問題 A。簡単なカレンダーアプリを作る。日付が入力されるから、翌日の日付を出力しろ。簡略化のため、月の日数は一定とする。日を1日進めてみて、月をまたいでたら月を進めて、年をまたいでたら年を進めるよ。問題 B。卵が売られている。6個、8個、12個入りのパックの値段が与えられる。それぞれ何パックでも買えるとき、卵を N 個以上買うには最低いくらかかる？ 100 個までなら、3種類とも0パックから100パックまで試しても、100万通り、問題ないね。ちなみに、この問題の原案は私。問題 C。整数が N 個ある。それぞれについて、それより大きい数の合計を求めろ。ここからは、時間に注意。とりあえず、大きい順に相当するよ。それで、左から足していけば。でも、同じ数がたくさんあると微妙だね。同じのを一つにまとめればいいかな？これでどうにか実装できそうだね。細かい部分の実装方法はいろいろあるぜ。問題 D。マスが白黒に塗られた広い盤面がある。色の塗られ方は、N×N のパターンの繰り返し。この長方形領域に黒マスは何個ある？っていう質問をたくさんさばけ。まず模様を無視して大雑把な話をすると、この中の黒の数は、この中の黒の数から、この中の黒の数を引いて、この中の黒の数も引いて、この中の黒の数を足せばわかるね。計算が4回必要になる代わりに、左上の角が一番左上の時だけ考えればよくなるな。あとは、頑張るとしか言えないかな。中途半端な部分は、事前に計算した累積和を使い回すぜ。問題 E。メインディッシュとサイドディッシュが何品かある。それぞれに値段がある。メイン1品とサイド1品を頼みたい。しかし、いくつかの組み合わせは禁止されている。同時に頼める2品の値段の合計は最大いくら？メインだけなら全部試せるよね。で、サイドは高い順に見てって、組み合わせられるやつを見つけたら終わり。でよくない？問題 F。英語文字からなる長い文字列がある。2種類の指示に従え。一つは、特定の1文字を変更しろというもの。もう一つでは、指定された1の部分文字列が解文かどうか答えろ。逆から読んでも同じってやつだね。で、100万文字の文字列が解文かどうかを10万回？かなりの無茶振りじゃない？ローリングハッシュとセグメントツリーを知らないと、そう思うのも無理はないぜ。ローリングハッシュ？まあ、文字列の指紋ってとこだぜ。文字列を N 進数の巨大な数値に見立てて、適当な素数で割った余りを指紋として使う。まあ、素数が大きければ濡れ衣は少ないのかな。それで、これがセグメントツリーに乗るって話だぜ。急行を何種類も作るやつだね。あとは、右から読んだ時のバージョンも作って、2つの指紋を比べればいいかな。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。